金槌の柄が緩んできたとき、どうするかっていうことですね。基本的にはね、例えばここが緩んできましたよというとき、ここを叩いたら、入ります。そして、くさびで止まっているので、くさびを広げてあげて、固定するということなんですけど、ポイントがあってですね、頭がありますよね。で、叩き込んでるのが緩んできてたらですね、ここにめくれみたいなのがこうあって、入ってるわけです。で、こんだけ分緩んでるわけですね。で、次に入れるときにはですね、ここをね、このバリをね、削ってあげる。そうするとですね、このラインがここら辺まで入ってくるわけですね。で、そこでこうバシッとこう決まると、動かない。で、その状態でくさびを締め込んであげる。っていう形で、ここを削ってあげるっていうのはね、どういうふうに削るかというと、のみの角でですね、なんか押さえてですね、ここをこう削っていくって感じですね。こうやってこう削っていく。こう削っていく感じで、上から入れてあげる。なので、この部分よりもここがちょっと太くなっていると、もともとってなってると思うんですけど、そういうふうにして、だんだんと短くなっていくと、そういうのがあります。こんなことしてたらね、だんだん短くなってくるっていうのがありますし、ここが傷んでですね、変えようかとなった時に、変え方なんですけど、まず最初に、こういう、売ってますね。こういうふうに、っていうのは、昨日金槌のみたいなの売ってます。と、こんなパックでね、くさび2本入りとか、普通にホームセンターとかでも、金物屋さんでも売ってるので、この2つ手に入れてきます。僕の見てもらったら分かるけど、これはグミなんですけどね、生えてる木を乾燥させて、こうやって持ってくるというのもありですけども、一応手に入れておくというところです。で、2つ目。これね、結構ね、皆さん悩むところなんですけど、悩まはるところなんですけど、これカッチカチに叩き込んでるんでね、基本的に外そうと思っても緩んでたからって言ってね、外れないんですね。金槌、頭がこうあってですね。で、穴がこうあって。で、ここでバキッと割れちゃってるみたいな時でも、ここはくさびが入ってる状態ね。こういう時どうやって外すかなんですけど、田舎でね、ちょっとアホなところがね、焚き火に放り込んでね、こう燃やしたらいいやないか言って、頭いいな言われたんですけど、これ、金槌ダメになるんで、焼きが入ってこういう硬さがあるものなんで、これ、一回焼いちゃうとこれ、叩けば叩くほどこう潰れていくようなものになるんで、もう、それは間違いです。でね、これが、なんだっつったらね、これなんでこれカチカチに決まってるかっつったら、ね、やっぱこういう力がぐーっとかかってるわけですよ、くさびでね。で、それを外すにはね、上から見たらこういう状態になってますけど、ここにね、抵抗器、普通に安くで手に入る分でいいんですけど、普通の切りでもいいんですけど、抵抗器がいいと思います。大体ね、5ミリとか6ミリとかで、ここ穴開けてあげるとね、もう本当に簡単に外れちゃいます。でですね、それができたらですね、そのまま捨てていいんですけどね、こんなブサイクなこれをそのままつけたら大きいなみたいな時もありますよね。この状態からね、好きな形にこう削っていくわけです。で、人によると思いますけどね、僕は細いのが好きなので、結構削るんですけども、人によってはね、もうこれ指届かへんやんけいうぐらいの太いの好きな人もいますけど、好きな形に削ってね、で、やると。で、金槌の柄っていうのはね、こう、曲がります。曲がる方がいいということです。木の種類でいうと、これはグミの木ですけど、これ、カシの木です。で、売ってるのでね、真っ黒い、かなり硬い木ありますけど、とか、金属とかね、基本的にはこう、粘りがある方が、手に振動が来ないというのがあるんで、軽くて粘りがある木がいいよということなんで、そういう粘りを使おうと思えば細い方がいいというところにはなるんですけど、それはもう好みなので、別に好きにしていただいたらいいのかなと思いますけど、要はですね、吸い込むときにですね、横から見たらこうで、ここから見たのがこうで、ここから見たのがこうだと思ってもらったら、この絵があったですね。ポイントは、ここから、この幅から若干ここが広くなるようにシュッと削ることと、この幅と、より若干広くなるように、ここを削ってあげること。で、やるとですね、大体、こんな感じに
できるよと。ここからどう削るかは別としてね、ここは僕はこうシュッとえぐるようなこう形が好きなんですけども、好きにして、ここだけはこの形にしないと、このまま寸胴でいくとね、さっきのこの締めていくときにね、いつまでも締まりませんから、一応こういう形で、やっていくというところです。でですね、金槌を入れるぞという状態に、なりましたと。こういう状態かな。こういう状態になりました。そしたらね、鎖、さっき言ってたように、2つ大体セットに入ってるんですね。僕もこれは1個ですけど、こう2つやってるんですね。もう結構緩むの早いんで、もう2本入れるのがおすすめです。でね、2本なんでこう、バランスよく、これ3等分したぐらいで入れたいんですけど、ここ3等分ね。で、ここからね、こうパスッとまっすぐ入れるとね、あんまり良くなくてですね、これちょっと斜めに、ちょっとですよ。ちょっと斜めに入れてね。ここがちょっと細くなる方が、最終的にくさびを入れたときに、こういうふうに広がりやすいという感じですね。こういう形で広がってくれるということなので、ちょっと広げてあげるような感じで、手の甲でね、こう切り込み入れてあげると。切り込みを入れたら、ここにね、くさびをちゃんと乗せてですね、で、叩き込んでいくというところになります。でね、一つポイントなんですけど、削った時にね、ここのね、角をね、ここの角、面取っといてあげてください。これ、面取らないと割れます、叩いたら。あんまり気がつかずにやってた時に、まあこっちもちょっと割れてますけどね、割れちゃうんで、ちょっとこれぐらい面取っといてあげると割れないので、ちょっと面取っといてあげてください。あとね、叩き込む前にですね、まあ、僕もやったことないんですけど、ストーブの前でね、しばらくここもギリギリまで乾燥させると、いうことをしてから入れた方がいいよっていうのを聞いたことがあります。乾燥させるということは木がちっちゃくなるんですね。で、木がちっちゃくなってぶち込んでから、ちょっと水分を含んで、広がるという考え方なんですけども、まあ、こうやって山からね、こう、切ってきて自分で乾燥させてたりするとですね、もう吸える時にね、まだ乾燥しきってないみたいな時あるんで、そういう時はしっかりこの先っちょだけ乾燥させてあげた方がいいかなと思います。で、まあ、叩き込む時にね、ちょっとこれちょっと斜めになっちゃってますよね。こっちがこうなってますね。できるだけ、そういったことを調整しながらこう入れてあげたいところですね。こう削りながらも、僕も結構適当に入れちゃってるんで、しょっちゅうね、入れ直すんで、こんなことになってますけど、よくこういう、これはまあ、いい感じにこう90度になってますけど、こっちの方が重たいんで、重たいだけこっちに叩くと、こっちが先に入っちゃって、こっちが下がってくるということがあります。まあ、意外とね、こっちが下がってる方が叩きやすかったりするんですけど、まっすぐ入れたかったら、ちょっと調整しながら入れていくというところです。で、まあ、あと、お題好みなんですけど、叩き込んだらね、僕は割とつらで切っちゃいます。ここをね、叩き潰してした方が取れへんって言うんですけど、ここ叩き潰そうが叩き潰し前が、強さ変わりませんので、まあ、見た目ですけども、僕はつらで切っちゃいますね。まあ、そんなところでいいかなと思います。まあ、最後になりますけど、金槌の値段ですけども、別にこれから買おうとしてはる方は、まあ、あれなんですけど、まあ、別にそんなお金かけなくてもいいと思います。僕これ、実はリフォーム中に壁の中から転がり出てきたものを使ってるので、まあ何でもいいんじゃないかと思います。まあ、気に入っちゃってね、これ使ってますけど。そんな感じで、まあ、必ずもね、意外と奥が深いのかなと、まあ、叩くだけのような感じですけど、まあ、できるだけ長くしてね、練習するっていうのもあれですし、やっぱ上手い大工さんは打ち方上手いですからね、そういったところもあれかなと思います。結構できる大工さん、できない大工さんのね、すぐ分かる差になっちゃうので、ここはしっかり押さえておいてください。それでは、また違う道具もやっていこうと思いますので、チャンネル登録お願いします。失礼します。